リチャルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、では今日はですね、天王星逆行スタートというお話です。9月の6日から天王星が逆行スタートします。で、ここから5ヶ月間ですね、劇的に運気を上げることができる時期でもあります。今日は最後に12星座別に改革の短いキーワードもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。そしていつものようにこのチャンネルにたどり着いてくださってありがとうございます。オーストラリア・シドニーでクリスタルショップ、そしてスピリアルアカデミーという先生術やマニフェステーション術、コーチングを教えている学校を経営しております。YouTube を通してたくさんの方に日本からね、アクセスしていただけるようになりまして、個人セッションも今オンラインで、マニフェステーション術などもすべてオンラインで、日本からもつながっていただけるようになっておりますので、ぜひ、興味のある方はご連絡ください。それからですね、最後にもご紹介しますけれども、ノートやアメブロの方で先生術のさらに詳しい内容を記事にしてテキストにしたものも、販売しておりますので、そちらもぜひ興味ある方はどうぞ。そしてインスタグラムの方では毎週金曜日の朝に開運ライブをしておりまして、そこでなかなかの素敵な情報をお届けしておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。さあ、それでは本題に戻ります。2025年9月の6日、天王星は双子座の2度というところで逆行を開始します。せっかくなので、その瞬間のチャートをいつものように、見せておきましょうか。じゃじゃん。映ってるかな。これが、天王星逆行の瞬間です。で、9月の6日から逆行というのは、これも別動画でもいつも話してますが、こういう大きな天体の逆行というのは、その前ですね、2、3日のステーション期間というのが一番影響が強いといえば強いです。ですから、9月の、今これ8月の20日に動画を撮っておりますが、早めに出そうと思ってます。もう9月に入ったら天王星逆行間近のエネルギーの、影響は受けるというふうに思っておいていただいた方がいいのではないかと思います。で、今回ですね、双子座の2度で逆行しますから、7月の7日に天王星入ったところですね、ここ、01.27度ということは2度というふうにみなしますけれども、なので、この2度の逆行。で、この2度という場所ですね、双子座のサビアンシンボルという各度数にあてがわれた占星術のシンボルともいえる、エネルギーを表す言葉は、サンタクロースが靴下にプレゼントをいっぱい入れてくれる度数と言われています。子供みたいに素直な好奇心から始めたものですよね。これって大人はもう吊るさないじゃないですか。でも子供はきっと来てくれると思って吊るす。そこからご褒美がやってくるというメッセージのある場所なんです。だから思考に偏りすぎたり、あと損得感情から何か学んだり仕事したりしているようなものではない、純粋にやっぱりこれが好きみたいな好奇心から動いたエネルギーの中に可能性があるよということを示しています。で、ここからの逆行ですから、もう一度そこを見直してくださいということでもあるんです。天王星の逆行中、皆さんに共通のキーワードは、子供のように無垢で純粋な心が求めている、心が喜ぶ高鳴る方向に向かっていますかということを再確認するということが期待されております。そしてですね、この天王星の逆行は、よいしょ。来年の2月の4日まで続きます。その間に今年11月の8日ですね、には、お牛座に一旦逆行して戻る期間があります。で、ここ数ヶ月ずっと天王星と連動している海王星も逆行していて、逆行中に10月22日に一旦魚座に戻ります。それから同じく連動している土星も逆行していて、逆行中に9月の1日に一旦魚座へ移ります。ということで、本格的に風と火の時代になるのは、冥王星は水亀座で、そして海王星がお羊座、天王星が双子座へ本格的に入った時からです。で、そうすると、
それがもう逆行して戻ってこなくなるという、水と土の際にはこの3つが戻ってこなくなるのは2026年です。で、そこが本格的な風の時代。で、その前の最後の逆行の調整期間に今入っているというわけです。なんで今回の見直しはとても大事ですね。冥王星、海王星、土星は先に逆行を開始して調整をもう開始しておりました。もうそれぞれに対して YouTube ですでに動画を上げているので、引き続きその調整をしつつ、今度はここに天王星の調整も加わるということです。最終チェックにここから入りますということですね。なんで天王星の逆行期間はかなりシビアな見直しの機会に直面することになると思いますが、ぜひこれをポジティブに捉えましょう。ということで今日はなんかそのためにも真っ赤な洋服を着ております。これから続く風と火の時代、2026年からもう本格的に戻ってこないわけですから、この時代に向けてしっかり準備を整えるチャンスタイムという意識でいると、かなり成長が期待できるし、現実に変化を感じることもできるはずのこの5ヶ月の逆行期間と捉えてください。で、ちょっと解説をもうちょっとすると、もうご存知の方多いと思いますが、天王星はどんな天体か、変化、改革、テクノロジー、コミュニケーション、つながり、コミュニティですね、の天体です。で、このテーマで天王星が、このテーマで天王星が逆行するということでの起こりうることは、予想外の出来事とか、突然のニュースとか、型破りな事件っていうものをもたらすということが考えられます。天王星が支配するのは未来です。先生術ってこう水星は何歳までとかね、7歳まで、違う、月が7歳まで、水星が14歳までみたいなこう担当があるんですけど、天王星っていうのは未来なんですね。で、もともと発見されたのは1781年の産業革命の頃に望遠鏡とかが発明と同時に望遠鏡が発明されたから土星よりも向こうが見えるようになって発見されたんですね。なのでその発見された時期と天体のエネルギーというのは連動していると言われていますので、これまでの常識を打ち破るという産業革命のエネルギーが天王星には多く注がれているということなんです。で、この天王星が2018年から19年の間は行ったり来たりしながらもずっと土のサインである牡牛座に滞在していましたよね。で、この間に起こったことは、その牡牛座が担当するこれまでの価値観とかこれまでの方法とかあり方の見直しを迫られるというこの今年の7月7日までの7年間、それを迫られてきました。その中にパンデミックも課題の一つでしたよね。仕事の仕方、あり方、みんな見直しましたし、そして大きな事務所とか、大きな権力が潰れていったっていうのも、これまでの価値観の崩壊っていうことになっていました。で、7月の7日に双子座に入りました。そうすると今度は双子座ですから、テクノロジーとかコミュニケーションとか発信のあり方について改革が迫られているということをすでにもう感じている方は多いと思います。日本とか各国において政治とか選挙活動もこれまでとは全く違った方法が必要であることに気づいた人多かったと思いますね。トランプさんもそうですし、日本の参政党とかもそうですし、全然今までと違った方法で国民にこうアピールをしている。やっぱりここが情報コミュニケーション発信が改革されていってるというのを感じている人は多いと思います。で、今回の逆行なんですけれども、前半双子座で後半大牛座で逆行します。さっき言ったように逆行中に戻る。ですから9月の6日から11月の8日までとそこから来年の2月の4日まででは少し違ったテーマでの見直しをする期間というふうに捉えていくことが必要で、これも今回の逆行が大事な一つです。1個のテーマだけするだけじゃなくて、1個のテーマを見直したことによってその1個前もやり直さなきゃいけないよという流れなんですね。なのでこれまで計画してきたことを少し変更する必要が出る人は多いと思います。
でもちろんこれまでにしっかり自分自身の星を知って生かす方向へすでに軌道修正している人は大丈夫ですよ。そのまま進めばいいだけかもしれません。ただ、私たちの人生のシナリオは、一度書いたからって言って、かたくなにその通りに守り続ける必要というのはありません。修正が必要と感じたらいつでも作り変えることができるんです。で、特に天王星の逆行中っていうのは、そのシナリオを書き換えるチャンスです。双子座での天王星の逆行期間ですから、コミュニケーションの双子座、SNS の双子座、SNS との付き合い方、デジタルライフ、テクノロジーの使い方について見直す時期であることはもう完全にみんな共通のことだと思います。今、小学生でも AI を使って宿題をする時代ですから、これらを使いこなすこととか、その恩恵に預かることは決して悪ではありません。私も使ってます。で、私自身も SNS があるからこうして皆さんとつながれていますし、やっぱり学びや気づきの宝庫ですよね。そこからいろんな素晴らしい情報がやってきます。ただしそれはあくまで適切な使い方をすればという条件がつきます。一歩間違えると SNS にコントロールされている人生となっているという人もいると思いますね。周りをこう見渡しても、現実生活よりも SNS でよく見られるSNS 上でよく見られるあなた自身がことに意識が向いている人っていうのは結構多いです。そこに時間を使いすぎて、日常生活を整えるということとか、精神的な豊かさを整えるとか、SNS では見えないじゃないですか。だからそういうところに時間を費やさず、そこが育っていないという人もいますよね。便利だし、コミュニケーションが生まれるストレスフリーのツールとして利用するっていうのはいいことだと思いますが、時間を奪われてストレスの逆に原因になって人生が乗っ取られてしまっているという場合は見直しが必要です。でこれはみんな人のことは見ててあの人そうだわと気づいていても自分は大丈夫と思っているっていう人は案が多いものですから、この機会に見直しをしてみるのがいいと思います。それから双子座は話すこと、書くこと、教えること、学ぶこと、情報収集、コミュニティ活動に関係しています。この期間に皆さんがこれまで情報を得てきたソースとか使ってきたリソースなど最新のアップデートされているものかどうか、信じていいものかどうか見直してみることが大事です。文章を書いたり発信したりしている人は、その方法とか、その頻度やその内容の見直しっていうのも必要だと思います。で、特にこの後、お牛座での逆行に入るということを考えると、このチェックが、双子座でのチェックが、心と体に無理がないかどうかという視点での見直しにつながっていくということがこう考えられますね。なんか今こんな投稿を毎日しないとフォロワーが増えないという情報を鵜呑みにして家族との時間とか睡眠を削ってまで SNS の発信に時間を費やしているとか、なんかバズりそうなトレンドキーワードの文章を作ってこんな内容が受けると言われるがまんまに配信してるとか、それは最初に言ったあなたが無邪気に五感が喜ぶソウルが喜ぶことをしてますかっていう見直しをしてねっていう、自分が喜ぶことじゃなくてバズることだけを考えて先生に言われた通りの投稿をしていたっていうことならば、その言葉には低い波動しか周波数しか雇っていないので、その後いい結果にならないかもしれない。だからそんな見直しをしていくということが大事です。で、さっきやっぱり情報の見直し、アップデートされているかどうか、それから AI やそういうものの使い方という話もしましたけれども、だから例えば AI が正しいと思い込んでいる、そしてその情報を鵜呑みにしているっていう危険性の見直しも必要です。ちなみに先生術に関しては、チャット GPT などもかなり間違いがあります。そうびっくりするような結構シンプルな公転周期の計算間違えていたり、何年に天皇制がどこどこに入るとかいうのも、それとどこどこのアスペクトが取るとかいうのも、偏ってたらやばいです。
ポンってちょっと計算めんどくさいから AI に聞いてみようって私もやってみたことあるんですけど、あれってこう明らかにこの年度に土星が土のところにいるわけないのに、なんで天王星とそのアスペクトを取ってるんだろうみたいなのを平気で言ってくるんですね。とてもこう合ってます体で話すじゃないですか、チャット GPT って。いや、それで私、違うよ、土星はその時には土のエレメントにいないからそんなアスペクトあるわけないですよとかってこう言うと、失礼しました、そうですよねみたいに。でもなんかまた違うな、何回もやり通しして、結局違うままってことがあるので、だからやっぱりね、もう一度情報や SNS や AI の使い方、どこまでは信用してどこまで頼るのか、あくまで自分のこう本当に文章が主体にあって文法的な構成をしてとかいうのにはものすごく使えると思うんですけれども、やっぱり元は自分で調べたもの、それが責任感を持って出すものであって、そういう使い方をしましょうというのがこの天王星の逆行期間にやる見直しかもしれません。それからちょっと天王星の話なので、またいつもの話ですけど、歴史の話。天王星は歴史とものすごく関係している天体なので、毎回天王星のたんびにいろんな話をしてきてますけれども、もう一回振り返ります。前回天王星が双子座期、ね、7月の7日から双子座期に入りました。ここから7年間、双子座の天王星です。ちょっと戻ったりはするけれども。ですから、別の動画で一番たくさん見てもらった動画かなで、天王星双子座期についてしっかり書いてあるんで、よかったらそちらも見ていただきたいんですけど、双子座の天王星ってじゃあ一体何をしでかすのかってことですね。双子座の天王星、1個前を振り返ると、ちょうど第二次世界大戦でした。で、そのためにテクノロジーも進化しました。皆さんご存知のあれが開発されたテクノロジーの進化とも言える。でもこれは残念ながら戦争の目的でテクノロジーが戦争が起こると進化するんですね。で、同時に実はこの時期って世界で初めてのそのプログラムが可能なコンピューター、つまり今私たちが言っているコンピューターの誕生も前回の84年前なんですよ。双子座天皇期世紀なんです。そこから始まってるんです。で、その1個前の双子座天皇世紀、そこから84年遡ると、これはアメリカの南北戦争に突入していました。双子座天皇制らしいところで言えば、そこが産業革命の流れのあった時でもあります。で、え日本語でなんて、大西洋、どっかにメモったんだけど、大西洋横断電子ケーブル。はい。ちょっと歴史で習いましたよね。大西洋横断電子ケーブルというのが初めて導入に、その前も何回か作られてたんですけど、初めて成功したのがこの双子座天皇世紀です。これがあって、初めて国家間での通信が可能になったり、大西洋を横断することができるようになったから。なので、そういうことが起こった。なので、そこから貿易とか金融とか報道など、どこどこからなんとかです。はい、中継のなんとかとか、そういうことが始まって、劇的にスピードアップした。なので、リアルタイムに各国が、こう世界が結ばれるっていうことが始まったのは、やっぱり双子座の天皇世紀です。でもう一個84年遡ると、これがアメリカの独立戦争とか、独立戦争がいっぱい起こった時、啓蒙思想が盛んになった時期でした。なので、先生術師は天皇制が双子座に入るとアメリカは戦争を起こすってよく言うんですけど、これはもう実際にそうなんですね。ですが、こうした逆行期には、戦いに向かわないように見直して冷静に落ち着くための期間っていうふうにも捉えることができると思うんです。今もこう白熱しているようなエネルギーはありますけど、この逆行期にぜひ見直していただきたいと思いますね。で、もう一個の特徴が今も言ったように革新的なテクノロジーの進化によって社会構造とか金融、貿易、通信システムが一新されてきたのも全部天皇制双子期の特徴です。ただし、実はこのさっき言った時期の中に一つ大事件が起こった時期が含まれていまして、それが史上最大の太陽フレアによって、太陽フレアが起こるとコロナ質量っていうのが
放出されて、そうすると膨大なプラズマが宇宙空間に放出される。で、そしたら当然地球も電子システムがもう本当に広い範囲で混乱して使えなくなる。っていう史上最悪の事件が起こったのも天王星の双子咲きでした。ですから今回の天王星の双子咲きも劇的なテクノロジーの改革は期待されますが、そこに依存しすぎるとそれらのシステムが止まったり、また太陽フレアが起こる可能性も双子座天王星は強い。によって、そうするともう今、前よりもマニュアルじゃなくて99%テクノロジーだから、そうすると社会そのものが止まる。人生そのものが止まるという人もいると思うんです。AI100% で投稿なんか作ってる人は、その時点でもう投稿ができなくなっちゃうじゃないですか。ですから、今のうちに見直しをして、バックアッププランっていうのを持っておくということがとても大事だよということになります。この逆行値の見直しですね。だからやっぱり個人レベルでは AI に頼りすぎてないかの確認、チャット GPT のデータ間違ってますとか、天体の運行の計算もすごい間違ってます。私はよく公転周期同士を計算して、この天体とこの天体が何年に1回くっつくかっていうのを、個人セッションのオプションの流れの中で、オプションとしてその人のソウルの核の中心にある新世紀科学を見てロゴにするっていうのもやってるんですね。その時にバースチャートのところでその人の天体同士が何年に1回しか起こさないようなアスペクトを取っている場合はそれを見て、それは何年に1回なのかっていうのを見ます。その何年っていうのが新世紀科学の形につながっているからです。なのでその計算をしょっちゅうするんですけど、AI の計算は全部間違ってます。なぜかわからないけれど、だから全部手計算しています。なので、そういう見直しですね。皆さんやってみてください。やっぱり元は自分が調べた自分の言葉から、そして AI をうまく使う。そうすると、ここに何かあってもバックアッププランがここに元のものがありますから、なんとかなるということだと思います。それから後半、お牛座に移っていくと。そうなると、ちょっとまたエネルギーが変わりまして、あなたの五感、体、心が喜んでますかの見直し期間に入ります。お牛座はもう五感、快適さ、価値観、持って生まれた才能やあなたの財産、そして日常そのもの、そしてお金につながる場所です。頑固で変わることが苦手なお牛座の場所に、一番改革大好きな天王星が入るわけですから、逆行前にこのお牛座にいた7年間、変わりたくないエネルギーに反発されながらも、政治や社会構造、ヒエラルキーの崩壊、大きな会社、事務所の失脚など、かなり揺れた7年間でしたよね。何度もやってやっと壊れたみたいな感じの7年間だったと思うんですけれども、通常巡航時の天体はお牛座のテーマでの学びの後に双子座に移るので、それをやってからじゃあ情報の改革っていう流れを今やったんですけど、一旦戻るんで今度は逆をもう一回逆を見直してみるんです。だからあなたの才能、価値、あなた自身の快適なもの、心も体も喜ぶものを何かを確認して、そして双子座でじゃあその好奇心を持って何を学ぶか決めて、あなたの喜びの学びをやったり、それによって分かったあなたが言いたいことやメッセージ、言葉を表現していきましょうっていう流れなんですが、今回は逆なので、もう一度本当に心が求めているものを見直して、もう一回ここに戻ってこようよね。だから多分多くの人がちょっと間違えてたんじゃないっていう、もう一回おいしさのあなたが喜ぶものを見直そうよっていうことをさせられるということです。だから実際に自分が本当にいらないのに捨てちゃったものがお牛座天皇期の最後にあった人もいる。しんどいのに無理しているっていうものもあるかもしれない。本当は手に入れたいのに欲しくないわって諦めているとか、本当は後悔しているのに意地を張って謝れていないものとか、取り戻したいのに恥ずかしくて一歩踏み出せないとか、この本音とは逆のことをやってしまっている。これをこの機会にもう一度
やり直し最後ですっていうことなんですね。だってもうお牛座に生きてるうちは戻らないから、多分こう私のように人生も半分で後半をとっくに後半に入ってますから、100年だとして、だからそういう場合はね、もう戻ってきませんよ。だから最後の見直しだと思ってください。で、この逆行を開始する9月の6日の次の日には、魚座の、皆既月食のハーベストムーンの満月があります。あなたの心の一番繊細なところにある見えないエネルギーとか夢とか感情、もう本音、ソウルの思い、内なるビジョン、こういうものを解放してくれる満月なんですね。だから心が欲してるのに諦めてきたものとか、ちょっと意地張ってしまっているものとか、苦しいのに我慢しているものとか、そういうものはありませんかっていうこの満月。その満月と天王星の逆行のエネルギーの中で見つめていくことで、新たな自分に気づけるかもしれません。9月の18日ぐらいから24日ぐらいまで、この流れの中で逆行中の冥王星と天王星は限りなくトライに近づきます。これはとても重要なアスペクトなんです。もう今もずっと大きくトラインをしておりますね。これはもう毎回お話ししてますけれども、重要なホロスコーピオンを見るとずっとちっちゃな三角形があって、冥王星と天王星のトラインと、そして海王星とのセクスタイルですね。でもこれが最大に冥王星と天王星がトラインに本当になるのはちょっと先なんですけど、もうすごく近づく9月の18から24日ぐらいまで。この期間は改革と革新と変容と生まれ変わりのエネルギーがもうスパークルする時です。どっちも変容改革ですから。世界がひっくり返るようなあなたらしい動きが起こるかもしれません。世界がひっくり返るかもしれません。あなたの人生がひっくり返るかもしれません。どちらも逆行中ですからね、冥王星も天王星も。でも見直すことを通して起こるポジティブな変革に持っていくのは皆さん次第ですよということになります。天秤座の天王星の逆行期の5ヶ月をぜひ皆さん見直し期間としてこの後の本当の風の時代に後悔しないように過ごしていただきたいと思います。最後にもう簡単にキーワードだけ投げておきます。12星座別に。でこのキーワードをなんとなく思っていくと逆行に突入した時にこのキーワードで改革だって気づけるので詳しい説明ではなくキーワードだけ投げておきたいと思いますが、お羊座、これまでの学びの生かし方を変える、学んできたものの生かし方を変えなければいけない。お牛座、自分自身に対する価値観を変える、もっと上げましょう。双子座、物事を処理するパターンを変える。ちょっとこれまでと違う処理の方法をしましょう。蟹座、成長のバロメーターを変える。これをもって成長したとみなしてきた自分のその物差しを変えるってことですね。獅子座、なりたい自分のイメージを変える。つまりちょっと目標を変えます。乙女座、外から見られるあなたのイメージを変えるんで髪の毛切ったりしますっていう感じですね。天秤座、心の開き方を変える。もうちょっと開いてもいいかも。さそり座、過去の処理の仕方を変える。過去へのこだわりのやり方をちょっと変えてみよう。いて座、人間関係を変える。新しい人間関係にチャレンジしましょう。ヤギ座、未来の計画を変える。今のままの計画だとちょっとうまくいかないかも。水亀座、自由に対する意識を変える。自由って本当はこういうことよねっていう気づきが必要。魚座、家のエネルギーを変える。断捨離、家の掃除、やってみてください。さあ、これが簡単なキーワードです。さらにもう詳しく天王星逆行期を前半の双子座期とお牛座期に分けて12星座別にこんなことが起こるよっていうこととか、そこでどんな気づきにつながるのかとかいう、それはもう長い解説したテキストっていうのも実は制作していまして、これはもうテキストですけれども、私の新時代先生術の生徒さんでなくてもここの部分だけを購入することもできるので、気になる方はぜひ貼り付けているノートの方から見てください。でちなみにそれを見るときには太陽星座の場所だけじゃなくて皆さんの土星星座のサインを合わせて見ていただくと深い気づきになります。土星星座の見方も別のテキストがあって、それでこう誕生日が分かれば分かるようにもなってます。でなぜかというと天王星と土星はしばらくずっ
と連動して動いてるんです。で、この土台や変わらない土台、しっかりしたものを作ろうとする土星と、こうどんどん壊していく天王星のこのセクスタイルっていうのは今、利用しない手はないんですよ。今変わることによって確固たる土台を作れるわけだから。だからやっぱり土星と天王星ってこうくっつけてみてほしいなというふうに思います。ということで気になる方はぜひそちらの方を見てみてください。でもこのキーワードだけで十分と思います。キーワードだけ頭に入れて土星、天王星逆行期を過ごしてみてください。ということで素敵な逆行期をお過ごしください。